高橋さんの S 賞は2年間限定で食料品の消費税率をゼロにするということですが、実験ですか？実際消費者からしたら恩恵あると思いますか？2年過ぎたらどうなるのか。僕、減税自体はやれるんならやってみたらどうですか派なんですよ。減税は賛成派なんですよ。ただ、減税をやった分、どこか支出を減らさなきゃいけないですよね。減税はするんだけど、支出も減らしません。で、新規国債を増やしますってやると、また円の価値が下がって円安コースになってしまうんですよ。なので、維新が連立与党に入ってるので、社会保障改革をして支出を減らして支出を減らした分を消費税の税率を下げるのに使うというのであれば僕は全然賛成です。消費税率を下げるということ自体に関していくと、僕は税率を下げるというのはもともとやれるように軽減税率作ったわけでしたし、レジの問題どうこうは置いといて、やれるんだったらやればって思うんですけど、言ってるだけでやんないと思いますけどね。消費税ゼロがために 1% の OK ってシステムどういう理屈だろう。僕が聞いた限りのシステムの設計の仕方だと、定数0で1でとかではなくて、テーブルがあって、どのテーブルをこの商品に当てはめるかっていうのがあって、8% の軽量減税されたやつ、定率減税された商品で、この場合の仕入れに対する税はこうでとかっていうテーブルがあって、商品ごとに 10% テーブルで、その後仕入れの場合に対しても 10% 仕入れで経費で参入できますよっていうのがあって、で次に仕入れに対して 10% でいけるけど売る場合 8% と、仕入れに対して 8% で売る場合 8% とか、仕入れに対して 8% なんだけど売る場合はイートインなので 10% とかっていういろんなテーブルがあるんですよ。軽減税率です。すいません、ややこしくて。食品として仕入れたんだけどってなると、まず 8% で仕入れるじゃないですか。でも売る時に野菜を仕入れて野菜をそのままいったら 8% で仕入れて 8% で売るから簡単なんですけど、 8% で仕入れて、例えばじゃあトマトをマヨネーズつけて出すっていうイートイン店があったとしたら、これは 8% で仕入れてるけど売る時消費税 10% で売ってるんですよ。イートインだからっていうのもあって、逆もあって 10% で加工食品として仕入れてるんだけど、実際は軽減税率の食料品として 8% で売るみたいのがあって、テーブルがまず複数ありますとっていう状態の中で 0% っていうのをやった場合は、仕入れが 0%、 それが売った時にも 0% なのか、仕入れは8で0なのかとかっていういろいろなパターンのテーブルの表を作って、各売った時の商品に対してどのテーブルが当てはめられるのかっていうのでいって、でここのテーブルが小売の時はそうで、卸の時はまたそれがどういうことになっててっていうのを全部整合性をとってやろうとすると結構大変だよねっていう話で、それを聞くと確かにめんどくせえなと思うんですよね。だから難しいっていうので、ただ僕はこれは設計の間違いだと思ってて、なので1年かけてそこら辺の設計直せよっていうふうに僕は思うので、なのでもう 0% にするんだったら 0% って言って、で 0% にできなかったレジはもうできません、手計算でやりますか、もうその会社とは契約切って 0% の会社と契約をしてくださいっていうぐらいにするっていう方が、それぐらいやらないとやっぱりそのシステムのまともな会社が売り上げ上がんなくなっちゃうと思うので、設計もきちんとできて更新もきちんとできる会社の売り上げが上がるという方にした方がいいんじゃないかなというふうに僕は思ってますけど、もともとできた時が消費税っていうのは 3% っていう時に 3% だよねっていうのが3から5に上がったんだっけ。で5に上がった時に仕入れは 3% だったけど売った時 5% の商品と、仕入れも 5% で売る時に 5% だった商品みたいなのがあって、多分そっから仕入れパーセントと売上上のパーセントのズレっていうのが出て、でそれを経理上吸収するためのシステムっていうのにして、多分だんだん分岐が増えてったっていう、そういう構造なんじゃないかなと思うんですよね。はい、そういうテーブル構造になってしまったこと自体は歴史上仕方ないなと思うんですけど、ただそれをこうちゃんと更新しやすい形にリファクタリングをする、それが早くできる会社に売り上げが上がるという風にした方がいいんじゃないかなと思っております。はい。消費税について最も効率的に財源をかき回せる方が可能な限り多くの人間から少しずつ取るだとすると、不法滞在だろうが手帳持ちだろうが後期高齢者だろうが徴収できる消費税が本来最も有用だと思います。先進国OECD で平均 19% は日本はまだ 10%。それは大金足りずに給料からがつい税金持ってくよねと。けどこの前衆院選で中未来以外は消費税減税を変えてみました。これについてどう思いますか？国民がその長期的に日本がどうあるべきかというより、目の前の1年2年のことしか考えない人が多いんですよね。例えばじゃあ20年後のことを考えたら少子化対策した方がいいと思うんですけど、10年以内に死ぬ可能性のある人たちって少子化対策とか超どうでもいいじゃないですか。消費税というのは犯罪者でも外国人でも取らなきゃいけないので、むしろ公平だよね。
なので消費税を高めにして特例的な犯罪者だったとしても消費税を払わなきゃいけないじゃないですか。例えば消費税 20% だとしたら特例でもオレオレ作業をやった人でも 20% 払うんですよ。でも所得税というのでやってると特例でもオレオレ詐欺の人でも0円じゃないですか。所得税申告しないから。むしろ消費税を上げてお金のない人とかにはマイナンバーカードを経由して補助金を出すとかベーシックインカム的な生活費を出すという方が長期的には国としてのシステムとしては良くなると思うんですよ。逆に犯罪をやるのの割が合わなくなってくるんですよね。結果として 20% 税金取られるからもうそれだったら別に普通に働いた方が儲かるよねみたいな。なので僕は消費税は高くして補助金も高くするっていうベーシックインカム派の方がいいなと思っていて、フランスが外食とかすると 20% ぐらいで食料品が今 8% かなっていう感じで税金高いんですけど、とはいえお金のない人に対しての補助はバリバリやるんですよね。なのでお金に対して補助はやるけど税金は高いという方がいいんじゃないかなというふうに僕は思っておりますけども、はい。堀江さんが言ってる減税すると物価上がるっていうのは、例えばその税金が安くなりました。じゃあ年間10万円分税金が安くなった人は、その10万円で物を買うだろうっていう話なんですよ。毎年毎年じゃあ貯金しないでバンバン全部お金使いますっていう人っているんですよね。ゼロ貯蓄世帯の人たちっていうので、日本人の単身世帯でいうと3割ぐらいの人がそうなんですよ。基本貯金をしなくて毎月毎月入るお金を全部使うっていう人たちがいて、でこの人たちに減税しました。10万円手元に残りましたってなると10万円多く使うんですよ。なのでこの場合であれば10万円多く使うので、その人たちが買うようなものの価格は上がる可能性あるよねみたいな。鬼とかストロングゼロの価格は上がる可能性があるよねって話なんですけど、ただそこら辺のストロングゼロとか買う人たちっていうのはものすごい限られた人たちで、そんなにねマーケットとしては多くないんですよ。7割の人たちは貯金してる人たちで、減税されたら何するかっていうと、皆さん年間で10万円ぐらい減税されるようになりました。で結果として手元に残るお金が10万円多くなりました。どうしますか。生分もらってる人とか全部使うんですけど、なので10万円が手元に年間で残るようになった場合に、じゃあその分物を買う人っていうのがどれぐらいいるかって話なんですよ。競馬とかね、10万円で夢を買うっていうのあるんですよね。お酒飲まないとか貯金とか 10万円あったら iPhone 買う。これ景気を刺激する人ですね。基本的にね投資とかね貯金とかなんですよ。貯金の額ね減ってんですよ。これ全体としてはゼロ貯蓄世帯も増えていて全体の貯蓄額も減ってるんですよ。なので AKB に消える人とかは消費なので、減税したとしてもほとんどの人って宝くじ買う人もいますけど、基本的に貧乏人はね、使う人いるんだけどビットコイン買うとかね、ほとんどの人は減税された場合にそのお金どこに行くかっていうと物を買うんじゃないんですよ。貯蓄とか投資なんですよ。ってことは物価は上がりますかって話なんですよ。物を買う人がどんどん増えるとじゃあ物価上がるよねで儲かるよねなんですけど、じゃあ減税したとして別に物買わないよねってなっちゃうと、それ物価は上がらないと。で投資とか貯金って書いてますけど、投資って言ってる人は株を買うということなんですよ。なので減税された時に株価は多分上がると思います。多くの人7割ぐらいの人というのは貯蓄してたりとか、日本人の4割ぐらいの人っていうのは証券口座持ってたりするので、そこ金なのかビットコインなのかいろいろ分かれますけど、ただ投資に回るであろうと生活最低限というのの額というのを増やすというのは多分やらないよね。減税したとしても実はお金は回らない。オルカンとか SP500 とか買っちゃうと外国の株を買うという行為なので、例えばじゃあ100万円分オルカンを買いましたっていうのは100万円分外国の株を買うということなので、円を売ってドルだったりユーロだったりでその国の株を買うということなんですよ。なので円安が進みます。円安が進むとどうなるかというと物価が上がります。この物価が上がるは日本人が多く物を買ったからよし値段を上げても買ってくれるよねという物価の上げ方ではなく、単純に円安になってしまって仕入れの値段が上がったから物価上げないと成立しないよねっていう形で物価を上げているという状態なんですよ。銀座のタクシーみたいなみんなが余裕があるから物価上げても全然みんな買ってくれるよねみたいな話ではないんですよ。っていうところでいくと減税しようがお金が多少余ろうが結構きついよねっていう状態なんですけど、ここで政策金利を上げようとしてるんですよ。じゃあ政策金利が上がりますと 0.5% が 0.75% になりますってなると、まず企業はお金を借りるときにもちろん銀行は政策金利に連動して利息を決めるので、例えばじゃあ企業に1億円貸してくださいって銀行に行ったとして、で昔はゼロ金利の頃だったらほとんどスズメの涙1億円借りてるんだけど年間に100万円ぐらい利子払えば全然 OK ですみたいな、年間に1億円も借りて使えるのに
たった100万円でいいのみたいな時代があったんですけど、これがだんだん上がっていきますと。ってなると、企業というのはお金を借りて設備投資をしなくなるよね。例えばじゃあラーメン屋が新しい店舗を作ろうって言っても、都内だとやっぱ2000万円とかかると思うんですよ。昔だったら、景気が良かったら、じゃあ銀行から2000万円借りて、五反田のラーメン屋がこう赤羽に出店するみたいなのがあったと思うんですけど、これを控えるんですよね。だって金利が高くなったら払う額増えるじゃんみたいな。GDP が減ったよねって話をしたんですけど、これがなんで GDP が減ったのかっていうと、設備投資が減ったんですよね。日本国内。設備投資というのは、餃子屋さんだったとしたら、餃子製造マシーンだったりとか、麺工場だったら製麺機という機械だったりとか、営業系の会社だったら営業用に使う自動車、営業車両だったりとか。っていう形で設備投資というのをすることによってより儲かるよねっていうので、儲かるために投資をするっていうのが設備投資と呼ばれるんですよ。チャリンコで物を売りに行くより営業マンに車乗らせた方が多くのクライアント回れるわけだから売り上げ上がるじゃんと。なので車買った方が利益増えるよねって考えるのが設備投資をする企業なんですけど、設備投資額というのはもともと 1% ぐらい増えるよねって言われたのが 0.2% まで下がったんですよ。っていうのがあって、これが金利が上がったら設備投資はより減るよねって話で、金利が下がったらお金借りると得なわけで、金利が上がったらさ、お金借りるとより多くの利息を払わなきゃいけないじゃんっていう状況になるんじゃないのっていうのが日銀の政策金利が上がった状態。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。